水かけられたね。今日は京都水族館ですか？何かウキウキしてますね。梅小路公園の中にあるのね。近くに鉄道博物館があるからか、京都に昔走っていたチンチン電車がいくつか展示されているようです。前に芝生の大きな広場があって、とっても開放的です。サムネ用の映像を撮ってるんですね。ちょっと暗くて映像ボケてますけど、スモークがかかって涼しそうです。オオサンショウウオは京都水族館の売りの一つです。群れるとちょっと怖いね。反射して見えないけど、交雑種が増えてきているとのディスプレイです。オットセイの水槽です。これは暑さを和らげるためのアザラシによる打ち水かもしれません。水しぶきはこの位置でも少しかかりました。これはペンギンの羽です。京都水族館にいるのは中型のケープペンギンだそうです。ペンギンのイベントがある時にでもここを歩くのかな。オスとメスが分かるようにバンドがついてるのね。でも飼育員さんは顔を見て名前まで答えてるよ。すごいね。半分こはノックアウトです。ご飯はね、アジはあげてるんですけど、これをね、ご飯あげる量をみんな決めてるので、なるべくね、来られないように順に書いてる。はい。じゃあここのね、ピンクと黄緑のバンドの西くんあげますね。こうやって端っこにいてくれる子の方があげやすいです。大水槽のフロアに来ました。映画可愛かったです。京都クラゲ研究部、いろんなクラゲと大きさの順に展示してました。気持ち悪い、怖い。気持ち悪いってカントさん言われてますよ。クラゲが漂う海の世界を体感する360度パノラマ水槽ですって。面白いね。照明に照らされて綺麗です。
けられます。ここでは5000匹のクラゲを展示してるみたい。夢中ですね。クラゲの透明の体にいろんな器官があるんですね。カントさんは癒し系ピュアエンジェルですって。ピュアエンジェルって似合いませんね。ここからは中規模な水槽に熱帯性のカラフルな魚が展示されていました。みんなに持って呼んでました。ここではちょっとしたお土産を売ってます。京都の里山をイメージしたお庭があります。これはクラゲ型の風鈴です。ビオトープを見に来ましょう。クラゲ風鈴がもっと飾ってあれば綺麗で趣があったんですが、少し少なかったね。平安神宮くらい欲しかった。ナマズや鯉が放されているようです。暗いと見えないけど。後でアザラシを見に行くと役目を終えたかのように寝てました。夏の夜のイベントを見に行きます。見たかったイルカの催しも見れました。京都水族館ではイルカショーとは言わず、イルカの遊びの時間と表現しています。よく見かけた派手なイルカの演技はなかったです。
ここ最近聞くようになった一部の人の意見を取り入れているのかな。年間パスポートも手に入れたし、またいつでも来れるね。お土産もいつでも買えます。では帰りますか。